はい、それでは 2A3 シングルアンプの制作第5回目の後編スタートしていきたいと思います。前回までの作業で、コンデンサー結合型の回路でですね、回路の取り付けも終わって、無事音が出るところが確認できました。個人的な感想ではありますけれども、かなりいい音が出たんじゃないかなと思って満足してます。で、今回はですね、その前回作った回路、このコンデンサー結合型の回路が、なぜこういう回路になっているのか、いろいろな抵抗の値がどういう理由で、決まっているのかというのを、説明していく回になりますので、作業の風景などは出てきません。ですので、細かいところはいいんだけれども、音が楽しめればいいんだという方は、今回のビデオは、スキップご覧いただかなくても結構かなというふうに思います。はい。それではですね、皆さんもよく聞いたことがあるんじゃないかと思います。真空管アンプを作るときによく出てくる単語、ロードラインという単語がありまして、もちろん真空管アンプ設計するときにはこのロードラインにですね、適切な線を引いてですね、設計していく必要があるんですけれども、まず一番簡単にですね、アンプを設計していく方法の一つとして、過去の真空管メーカーが作っていたデータシートを見るというやり方があります。で例えばここにあるのはですね、RCA というアメリカの会社さんが、昔出していた 2A さんのデータシートでございます。でこの赤枠で囲った部分にですね、この 2A さんを使ってクラス A 級のですねシングルアンプを作るならこうすると大体、ちゃんと動きますよという推奨値が書いてくれています。で、こう見ていきますと、プレート電圧は 250V にしてください。それからバイアスの値はマイナス 45V にしてください。グリッドにマイナス 45V をかけてください。そして、負荷抵抗は2.5キロオームにしてください。そうすると、おのずとですね、プレート電流が 60mA ぐらいになって、出力は 3.5W ぐらい得られますよというふうにここに書いてあります。で、この条件をですね、ほぼほぼそのままロードラインに引いたものもですね、ご丁寧にこの資料にはちゃんとついてますので、自分でこのロードラインに線を書くという作業をしなくてもですね、おおよそ、過去の資料を見ておすすめの値というのを見つけることができれば、大体は設計することが実はできるんですけれども、それではちょっと味気ないので、実際にどうやってロードラインを引いていくのか、これすみません、私のやり方なので、合ってるとか間違ってるとかっていうところはちょっと自信がないんですけども、私はこういうふうにロードラインに線を引いてますよというところを、ご覧いただきたいというふうに思います。はい。まず最初にお伝えしなければいけないのが、電位差が大事であるという話です。絶対的な電圧の値、絶対値ではなくて、真空管のですね、プレートですとかグリッドですとか、カソードというかフィラメント、この部分の間の電位差を、ちゃんとしっかり守っていくことが大事ですよというお話ですと。先ほどご覧いただいたこの RCA のデータシートでありましたこの 2A さんを永久で動作させるおすすめの値、これを転記したものがこちらになります。で、フィラメントのところが 0V、グリッドのところがマイナス 45V、プレートが 250V というふうになっているんですけれども、同じ資料のですね、ロードラインのページを見ますと、フィラメントのところを 2.5V、そして、グリッドをマイナス 43.5 にしますというふうに書いてあるんですね。あれ、少し値が違うなというふうに思われるかもしれないんですけれども、それを、記載してみますと、やはりフィラメントとグリッドのところの電位差はマイナス45。フィラメントからプレートまでの電位差は 250V ということで、こちらと同じ状態になっているわけなんですね。そして、私が一番最初に提示したラフ設計、もですね、ここに転記してあるんですけれども、私は最初このフィラメントの下にぶら下がっている抵抗で 45V の電圧を作るという方針でスタートしたんですけれども、そうすると、このグリッドはアースにつながっていて 0V。
で、最初ここにプレート電圧 295V と記載していたと思うんですけれども、やはり電位差を見てみると、ここがマイナス 45V、ここは 250V ということで、データシートに載っている値と同じ値になっているわけなんですね。ということで、この 2A3 を動かすにあたってですね、このそれぞれの部分の、絶対値ではなくて、その相対的なですね、値、電位差をしっかり守るということが正しく動かす上で大事になってきます。はい、では実際にロードラインを引いていきます。まず最初にすることは、真空管の負荷抵抗を決めるということなんですけども、これは取りも直さず、今回どういう出力トランスを使うかということを決めることで、今回は 2.5kΩ 負荷の出力トランスをもう決めて買ってしまってますんで、出力負荷抵抗は 2.5kΩ ということになります。で、次にですね、無信号時のプレートの電圧とその時のプレートの電流を、ちょっと言い方は悪いですけども適当に決めます。でも後でいろいろと調整していくので、適当に最初は決めるんですけども、適当といっても、いくらにしたらいいか分かりません、悩ましいので、大体の場合はデータシートに書いてある標準の値というのを、使ってやっていきます。そうしますと、250V、60mA とありましたので、まずですね、250V、60mA のところにバッテンマークを書きます。でその状態がですね、こちらになるんですけれども、プレートに 250V がかかっていて、この出力トランスに 60mA 流れているということは、ここの出力トランス 2.5kΩ 交流負荷のところに 150V の電圧効果が生じているということですから、交流的な電源電圧は 400V とみなすことができます。実際の、電源電圧ではないんですけれども、交流的なみなし電源電圧を 400V とまず見ることができます。で次にですね、全くこの負荷のトランスに電流が流れていない時を考えます。そうするとですね、このトランスで、全く電圧効果が起こっていませんので、プレートに電源電圧がそのままかかってきますから、このプレート電圧は 400V ということになります。つまり、プレート電流が 0mA の時はプレートに 400V がかかってくるということで、ここにバッテンマークを書きます。次に、今度はプレート電圧が 0V になるときって一体どういう状態だろうと考えます。そういう状態というのは、このトランスで 400V がもうすべて電圧効果しきってしまっている状態ですから、その状態というのは 160mA 流れているということで、プレート電圧 0V の時は 160mA 流れるはずだということで、ここにバッテンマークを書きます。そしてこの3つのバッテンマークを定規でピュッと結びますと、この赤い線になります。実際にはですね、直線というのは2個点があれば引けるんですけれども、念のため3点ありますと、例えばどっかの点がうまく乗ってないっていうことは、それ計算ミスをしているということの、顕在にもなりますので、今回こう3点使って直線を引きました。次にですね、無信号時のグリッド電圧を決めていくんですけども、それはですね、この赤い線の中でですね、0V から、マイナス何十ボルトか分かりませんけれども、最大このグリッド電圧を、変化させられる最大幅を探して、その中点を無信号時のグリッド電圧としますと。今ここですと 0V からマイナス 90V、その中点マイナス 45V というふうなことが図から読み取れます。こうすることによって、グリッドをですね、プラスマイナス 45V、ピークトゥピーク 90V、振幅させるというような動作が可能になります。ここで、真空管の増幅原理をごくごく簡単に、ご説明したいと思います。これがですね、無信号時の状態を書いたものなんですけれども、このプレートから 250V のプレート電圧のところからフィラメント 0V のところまで電位差が250V ありますので、電流が流れたいなという気持ちが発生しますけれども、逆にですね、このフィラメントからグリッドに 45V の電位差が発生して、これも電流が流れたいな、逆方向の電流が流れたいなという気持ちが発生して、少しこれ、
押し合いへし合いじゃないですけども、消し合いますね。で、あるところでバランス取れた状態が、この 60mA 流れている状態です。この状態からですね、グリッド電圧がぐぐぐっと上がって0V になったとしますと、このフィラメントからグリッドに電流を流したいなっていう気持ちがなくなってしまいますと、電位差がなくなるので、そうしますとプレートからフィラメントにたくさん電流が流れます。一方ですね、このグリッドのところがぐぐぐっと電圧が下がりまして、マイナス 90V になったとしますと、フィラメントからグリッドに、押し戻す力ですね、電流を流したいな、押し戻す力が相対的に強くなりますので、結果としてプレートからフィラメントに流れる電流の量が少なくなる。これをですね、連続的に書きますと、グリッドの電圧が高くなったり低くなったりすると、その結果、この負荷抵抗のところに流れる電流の量も多くなったり少なくなったりして、結果ここに発生する電圧も大きくなったり小さくするというなったりするということで、グリッドの電圧をこういうふうに交流的に振ってあげると、プレート側にもその相似系の電圧が発生する。これが真空管の増幅のごくごく簡単な原理になります。はい。で、先ほどですね、グリッドの電圧をマイナス 45V を中心に、0V からマイナス 90V までプラスマイナス 45V ピークトゥピーク 90V 振るんだよというふうに決めました。これをですね、絵に描きますと、マイナス 45V を中心に、グリッドの電圧をプラス45からマイナス 45V まで、振幅させると。そうするとですね、プレート部分の電圧が、無信号時は 250V なんですけれども、これ読んでいただきますと 105V まで下がったり 365V まで上がったりする。これですね、260V ピークトゥピークの電圧が発生するということになります。つまり入力を 90V ピークトゥピークで動かしたときに、プレート側には 260V ピークトゥピークの、信号が発生させられるということで、この 2A さんは今だいたい3倍の増幅率の増幅器となっているということがわかると思います。ちなみにこの3倍というのは、増幅器としては小さな値ですと。で、電圧増幅段の真空管はもっともっと大きな増幅率で設計します。で、一方ですね、こういう 2A さんのような出力段の真空管というのは、相対的に、増幅率は小さいんですけれども、非常に、たくさんの電流を流すことができる、電力を出すことができるというふうな特性の違いがあります。はい、で、先ほどの図に戻りまして、この A はですね、先ほど決めました中点がマイナス 45V で、プラスマイナス 45V グリッドを、振ると。その時に、どういう出力が得られるかなんですけども、先ほどの絵にもありました通り、プレート部分ではピークトゥピークで 260V の電圧の差が得られるということで、260V ピークトゥピーク、その時に、このグラフから流れる電流の差はですね、100mA ピークトゥピークというふうになってますと。で、この電圧かける電流が電力になりますから 260V×100mA なんですけども、これはピークトゥピークで平均の値 RMS に直すには、2とルート2で割ってやる必要がありまして、それを計算するとだいたい 3.3W という数字が出てきます。先ほどのRCA のデータシートには 3.5W という記載があったかと思うんですけれども、データシートにあるような動作をさせると、だいたい 3.5W付近の出力が得られるというのが、この一連のロードラインの計算でも示すことができました。で、今まではですね、すべて交流を流した時の話なんですけれども、無信号時というのは、交流は一切流れていなくって、ずっと直流的なプレート電流が流れていますと。で、それはですね、トランスが直流抵抗の値も直流抵抗としての側面も持つんですけれども、その値がですね、
買った時についているトランスのデータシート等を見ますと、今回私が使ったものは228オームと記載がありました。で、先ほど無信号時 60mA 流すことにしてましたので、この228オームの直流負荷に対しては 14V の電圧効果が発生しますので、無信号時直流動作状態では、ここのプレート電圧を 250V にするために、電源電圧は 264V である必要があるということが分かります。でちなみに私の場合はですね、最初のフィラメントのところを 45V にすると。で、このグリッドのところを 0V にするという風な設計でいきましたので、同じようにこの電位差を保っていきますと、プレート部分が 295V。で、直流的な電圧効果が 14V 発生して、電源電圧は 310V でなければならないという計算になりました。私、スタートの時にですね、仮置きした B 電源を 300V と書いてしまいました。あれは計算ミスですね。今になって気がつきましたけれども、ごめんなさい、コンデンサー結合でですね、最終的に調整して測った時に、プレート電圧が機体よりも少し低かったと思うんですね。それはここを 300V 狙って作ったから、ここもおのずと少し下がってしまったというか、そもそもここの電源電圧を本来は 310V ぐらいを狙って、作るべきであったのを少し計算間違いをしてしまっていたということが、この段階に来て判明しました。はい、先ほどまでの計算はRCA の 2A さんのデータシートにある数値と同じ状態で計算してみましたので、ここで少し値を変えて、練習問題じゃないんですけれども、違う値だったらどうなるのかというのをやってみたいと思います。そこでですね、やるのが、もし仮に手元に、5キロオームのトランスがあって、これを使ってなんとかアンプを1台作ってみたいなと思ったケースですと。そうするとこの最初の負荷抵抗を決めるというのはおのずと5キロオームということになって、このような絵になりますと。で、次のフェーズとして、静止状態のですね、プレート電圧とプレート電流を、適当に決めるんですけれども、これも、先ほどのデータシートの典型例を参考に、250V、60mA として、ここにバッテンマークを打ちます。こういうふうな状態ですと、5キロオームの、交流負荷ということですから、60mA 流すと、300V 電圧効果が生じるということで、見かけ上のですね、交流的なみなしの電源電圧は 550V と、考えることができます。で、このプレートにですね、550V そのままかかる状態っていうのは先ほど申しました通り、プレート電流が全く流れていない 0mA の状態ということですから、0mA の時にはプレートに 550V が発生する。ここにバッテンマークを打ちます。一方、プレート電圧が 0V になる状態というのは、すべて 550V がここで電圧降下してしまっている状況で、そのためには 110mA 流れているということですから、110mA 0V というところにバッテンマークを引いて、この3点を、定規で、結んで直線を引きますと。先ほどよりも少し寝た直線が引けたということがご覧いただけたんじゃないかなというふうに思います。で引き続いてこの 0V より、低い値のグリッドのところでですね、最大グリッドを触れる状態のところを探していきますと、こんなんどうでしょうかね。0V からマイナス 120V までグリッド電圧を振ってやろうと。その中点というと、マイナス 60V のところですね。なので、静止状態の時のグリッドの電圧をマイナス 60V と考えて、プラスマイナス 60V、ピークトゥーピーク 120V グリッド電圧を振るアンプということで、進めていきます。こういうふうに考えていきますと、最大グリッド電圧を振ったときにですね、
プレート部分はピークトゥピークで 400V 変化することになります。それに合わせてプレートの電流は 85mA 変化することになりますので、400V ピークトゥピーク× 85mA ピークトゥピークで電力を求めてみますと 4.25W ということで、先ほどのトランス 2.5kΩ のトランスを使った時に比べると 5kΩ のトランスを使うとよりたくさんの出力が得られるアンプになったということが、ここで示せたんじゃないかなというふうに思います。はい。で、引き続いてですね、静止状態の電源電圧、B 電源の電圧を決めていくわけなんですけれども、静止状態のグリッドの電圧をマイナス 60V というふうに先ほど決めましたので、その時のプレート電圧は 305V。305V ですね。で 305V で、だいたいこれ 50mA ぐらい流れてますかね。ですので、ここの直流的なトランスの負荷で発生する電圧効果が 11.4V なので、B 電源は 316.4V ぐらいで設計すると、この狙い通りに動いていくんじゃないかなということが分かります。さらにですね、もう少し、話していきますと、真空管にはプレート損失の限界値というのがあります。2A3 ではですね、プレート損失の限界値 15W と決まっています。プレートがですね、15W 以上の消費電力を発生させると、それは壊してしまいますよということなんですね。この 15W というのをですね、ロードラインのこのグラフの中に書いてみますと、例えば 100V、プレートが 100V の時に 150mA 流れると 15W です。例えば 200V、プレートが 200V の時に75mA 流れると 15W です。というようなことで、この 15Wのところのに丸い点を打ってですね、それを結んだのがプレート損失の限界を示す線になります。で、このロードラインがですね、このプレート損失の限界を示す線よりも上に行ってしまうと、特に静止状態で上に行ってしまうと、それはもう無理をさせている、真空管に無理をさせているということで、早く壊れてしまうというふうな恐れもあるので、あまりお勧めをしないというふうに考えられています。で、今回試した線、この黄色の線なんですけれども、少しなんて言うんでしょうね、重なっているように私には見えます。なので、これは考え方としては、少し攻めすぎたロードラインというふうにも言うことができて、より真空管の寿命を大事にする、安全面を尊重して少し、セーフティーに運用するということであれば、このロードラインをですね、平行移動で少し下に下げてやりますと。そうすると、この点線で示したプレート損失の限界を下回る動作ということができますので、真空管に優しい動作ということになるんですけれども、またこれですね、計算は最初のところに戻るということになります。この赤い線ですと、だいたいこの適当に最初に決めるプレート電圧と電流ですね、250V で 55mA ぐらいというふうに読み取れますので、ここから、もう一度計算をやり直すというふうなことを繰り返していって、安全で、よりたくさん出力の得られるロードラインというのはどこかなというのを探していく。これが、真空管の設計作業ということになります。でですね、先ほどの 5kΩ 負荷で動かした場合、4.2Ω 取り出せるというふうに、申し上げたんですけれども、これがですね、グリッドをマイナス 60V を中心に、プラスマイナス 60V、ピークトゥピーク 120V、振幅させてやりますと、プレート部分は305V を中心に、400V ピークトゥピークで振幅するんですけれども、こちら側がですね、215V 振幅しているのに対して、こちら側185V の振幅になっているのをご覧いただけるんじゃないかなと思います。つまり、このアンプはですね、若干、正の側と負の側で非対称な歪みを持ったアンプということになってきます。これはなぜこういうことが起こるかというと、このグリッ
ドのですね、値を示す線が、ここら辺は等間隔に並んでいるんですけれども、この辺りになってくるとだんだん間隔が詰まってきているのをご覧いただけるんじゃないかと思います。で、こういうふうにグリッドの線の間隔が詰まってきますと、おのずと出力電圧も少し圧縮されたような状態になってきて、こちら側とこちら側で、あまり対称性のない状態になってきてしまう。あまり耳で聞いてわかるかっていうと、ちょっと私はちょっと自信ないんですけども、少しやっぱり気持ち悪いといえば気持ち悪いですよね。いうことで、アンプを設計する際に、いやいやもうそこまで出力いりませんよと。4.2W も必要ないですよということであれば、このグリッドの線がですね、より等間隔で並んだこの辺りを中心に使って、このロードラインを設計する、アンプの設計をするというやり方もあります。例えばですね、これなるべくここら辺は使わずにですね、少し左側サイドを中心に使ったロードラインの例です。これはですね、マイナス 35V が、グリッド電圧、静止状態のグリッド電圧で、プラスマイナス 35V ピークトゥピーク 70V グリッドを振ったときに、プレートには、220V を中心に、255V ピークトゥピーク出ているということで、その時にですね、255V ピークトゥピークで、電流は 50mA ぐらい値が変わってきますので、出力を計算すると RMS としては 1.59W、1.6W ぐらいになるということになりますね。だいぶ出力がおとなしいアンプになりましたが、このプラス領域とマイナス領域の、歪みというのは先ほどに比べると、かなり改善されているところが、ご覧いただけるんじゃないかなというふうに思います。この状態ですね、ここが静止状態のグリッド電圧で、マイナス 35V ですから、その時のプレート電圧は、およそ 220V ぐらい、そしてその時のプレート電流が、70mA ぐらいというふうに読めますので、B 電源は236V ぐらいを、が出るように設計していくと、この出力 1.59W の 2A3 のアンプができるというふうなことがこのロードラインから分かります。はい。では、これまでですね、電力増幅部の設計の仕方についてお話ししたんですけれども、では、電圧増幅部はどうするんだというところで、そこも、これからお話ししていきたいと思います。で、まずですね、今回、電圧増幅部は 6SL7GT という管をですね、使ってパラ接続でやってるんですけれども、これはですね、2つの真空管回路をですね、全く並列に重ね合わせたような状態の動作になっていますので、例えばこのバイアスのための抵抗、結果として 1.0kΩ と書いてありますけれども、これは、なぜ 1.0kΩ かというと、2kΩ のバイアス抵抗を2つをですね、並列化したために、1.0kΩ になっていると考えてください。他も同じですね。この負荷抵抗も、回路図上では 100kΩ と書いてあるんですけど、これは、実は 200kΩ の負荷抵抗が2個並列化されているので、こういうふうに見えているというふうにご理解いただければと思います。では、この先はですね、この、2.0kΩ ですとか 200kΩ ですとか 540kΩ、こういうふうな抵抗の値がなぜこういうふうになったのかというところについて、説明していきたいと思います。はい、では電圧増幅部を設計していくにあたっていくつか制約があります。まずですね、入力される信号の電圧なんですけれども、最近の録音物 CD とかはもっともっと大きい電圧が入ってるんですけども、古い録音のものになりますと、結構電圧が小さく収録されていたりするんですね。で、例えばこれ私の自宅の CD プレイヤーで実際に計測した1970年代の録音のものなんですけれども、プラスマイナス 1V ぐらいだいたい出てるような状態ですと。こういう風な小さな信号でも、しっかり、アンプが最大出力出せるようにということで、このバイアス部分の電圧はですね、マイナス
1ボルト付近を狙います。今回マイナス 1.5 ボルト、いうことにしましたと。これであれば、例えばプラス1ボルト、プラスマイナス1ボルトの、入力信号が来てもちゃんと、グリッドのところがマイナスの電圧領域で、しっかり、グリッドを振れるんじゃないかなというふうに考えたところです。次にですね、このプレート電圧、静止状態のプレート電圧はですね、ちょっとここではご説明できない、次の第6回でご説明していくことになるんですけれども、とあるやんごとなき理由で、だいたい120から130ボルトにしておきたいんです。ということで、今回、ちょっと理由なくで申し訳ないんですけれども、125ボルトということでスタートしました。次にですね、これはジェネラルエレクトリックという会社が昔出した、6SL7GT のデータシートから持ってきたグラフなんですけれども、マイナス 1.5V のグリッドの電圧で、プレート電圧が 125V の時、プレート電流は 0.75mA ぐらい流れるんですよ、この真空管はというふうに書いてます。ですので、それを絵に書き込みますと、バイアス電圧が 1.5V、グリッドのところが 0V でちゃんとマイナス 1.5V の、バイアス電圧がかかっている状態でプレートの電圧を 125V にすると、0.75mA 流れるということで、この 1.5V を作るためにここは 2kΩでないといけないということが分かります。2kΩに 0.75mA を流すとちゃんとここに 1.5V が発生して、ここのバイアス電圧が確保できるというふうなことになります。はい。そしてですね、3つ目の制約条件として、高段、つまり電力増幅部 2A3 のグリッドを、プラスマイナス 45V で振りたいよというふうに先ほど設計しました。ですので、この電圧増幅部の出力部分もプラスマイナス 45V、ピークトゥピーク 90V 以上の電圧の振幅が取り出せなければならないというふうになります。でまずですね、仮置きで、この電圧増幅部のプレート負荷を 200kΩ と仮置きしてみます。この 200kΩ というのは先ほどのようなトランスではなくてピュアな抵抗ですから、直流だとか交流だとかで動作を変えて考える必要がありません。で、静止状態でですね、0.75mA 流れているということがを決めてますから、B 電源の電圧はもうおのずと 275V というふうに決まって、ススッと、ロードラインが引けるんじゃないかなと思います。で、このロードラインで、静止状態を 125V、0.75mA と先ほど決めまして、ここを中心にプラスマイナス1V ですね、グリッドをマイナス 1.5V を中心にマイナス 0.5 からマイナス 2.5 までプラスマイナス 1V グリッドを振ったとすると、そういう入力信号が入ってきたとすると、出力としてはピークトゥピーク 115V 出ていますので、もうこの段階で、この制約条件は十分満たしているなということで、もうこれ以上考える必要がないなということで 200kΩ でこのままいきたいというふうに思います。なんですが、私がですね、いろいろ参考にさせてもらっているサイト、ペルケさんのサイトというところを読みますと、実はですね、この回路に交流が入った時には、もともとここにあったコンデンサーがですね、直流の時にはここ断線しているのと同じなんですけれども、交流が入ってきた時にはないものとみなせるので、実はこの真空管に対する負荷は、この 200kΩ と 540kΩ の並列化したものなんですよというふうに書いてありました。正直、深い意味はよからないんですけれども、その考えに従ってですね、見かけ上の負荷が 146kΩ だとして、ロードラインを引いてみたものがこの黄色のロードラインになりますが、同じように、この 125V を中心に、
据えて、マイナス 1.5V のグリッドをプラスマイナス 1V に振りますと、出力はピークトゥピークで 105V 得られるということなので、こういうふうに考えても、要件であるプラスマイナス 45V、ピークトゥピーク 90V 以上の振幅は十分得られそうだなというふうに、分かってきましたので、これで設計を進めていきたいというふうに思います。はい。そしてですね、またもや温故知新なんですけれども、今ご覧いただいているのは、ジェネラルエレクトリックの 6SL7GT のデータシートから抜粋してきたものなんですけれども、ここにこの真空管の代表的な動作のさせ方の表というのがまた実はありますと。で、この赤枠で囲ったところを見てみますとですね、負荷抵抗を 240kΩ、それからこのコンデンサーの向こう側につける設置用の抵抗を 510kΩ、そして、このバイアスを作るための抵抗を 2.5kΩ、そして、電源電圧 B 電源の電圧を 300V というふうにすると、出力にですね RMS 平均電圧として 54V 得られますというふうに書いてあります。54VRMS ということはピークトゥピークで 151V になりますから、今回は90V ピークトゥピークぐらいが欲しいわけで、ここまでやらなくても、300V を少し下回るぐらい 250V ぐらいの B 電源でここに書いてあるような値で動かせば、だいたい所網の電圧増幅の機能は果たしてくれるんだなということが、このデータシートを見ればわかるということになりますし、おそらくここを250V 付近にするなり 270V にして、ここに書いてあるような抵抗の値を使っても普通に動作すると思います。というふうなことで、ロードラインを使って設計するというやり方ももちろんあるんですけれども、こういう過去のデータシートをいっぱい読んでいくとですね、いろんなヒントが落ちていて、これによって設計の指針が決まるということもあるということをご紹介しました。はい。で、最後の最後ですね、今までで話していないのがここの抵抗ですと。で、先ほど申しました通り、電圧増幅部は、真空管が2個並列になってるんですけども、1つあたり 0.75mA、プレート電流を流すということですので、2本まとめると 1.5mA 平常時に流れていることになります。そして、ここ実は間違えてるわけなんですけれども、ここを最初 300V を狙って、この 2A3 向けのですね B 電源を 300V で設計スタートしました。そして、この電圧増幅部 6SL7 用の、電源電圧を 275V、実際には277だったんですけども 275V で設計してきましたので、ここで電圧をドロップしなければいけない。 1.5mA 流れるときに、だいたい 20V ぐらいドロップさせる必要があるなということで、ここに、15kΩの抵抗を挿入してあると。これによってこちらの B 電源の電圧を少し下げた電圧増幅部の B 電源の電圧が出来上がったということで、この電圧増幅部、電力増幅部がうまく両立するというかですね、どちらも、期待通りに動くような状態が出来上がったということになります。はい、ここまでご覧いただいた方いらっしゃるでしょうか。もしいらっしゃったとしたら、大変長い時間私が一方的に今喋ることにお付き合いいただきまして本当にありがとうございました。もう感謝しかありません。で、他にもですね、世の中ウェブサイトを見るといろいろな人が分かりやすい説明しているものがございますので、そういったところもご覧いただければと思うんですけれども、一連のお話を聞いていただいて、皆さんも実際にどうやったらロードラインを引けるのか、自分で例えば手持ちの真空管があって手持ちのトランスがあって、これでなんとかアンプを作りたいと思った時に、自分の手で、ロードラインをこうですね引いて、それによって設計するということが、おそらくこれでできるようになったんじゃないかなと思いますし、そういうことができるようになると、より一層ですね、この真空管アンプを作る楽しさが
広がるというか深くなるということで、この真空管アンプの魅力より一層、味わっていただけるんじゃないかなというふうに思ってます。ぜひ一緒に楽しんでいきましょう。